こんにちは、アンナスです。今日は母の日の母の日のプレゼントにどうですかみたいな感じのお店のディスプレイがあって、ですごい可愛かったので、エコバッグを買ってきました。これとエプロンもあったんですけど、エプロンよりトートバッグの方が使うかなと思ったので、トートバッグを買ってきました。エコバッグでこう収納できて、でこう広げるとカバンになって結構可愛いですよね。もうこれだけで可愛くて、でこれポケットになるんで中に入れて普通にポケットとして使えるみたいなバッグでもこれだけで十分可愛いんですけど、ちょっとこれに一手間加えて、刺繍してで母の日とかにプレゼントどうかなと思って、やってみます。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこのトートバッグですね、330円、安い330円のトートバッグに刺繍していこうと思います。でこんな感じで普通にね、ポケットなのでポケットじゃない方に刺していきます。で今日刺繍するのは文字の刺繍。私の本のアルファベットを例えばプレゼントするお母さんとかのイニシャルでもいいと思うんですけど、今回は一つだけ取り出しても割と様になるこのアリスフォントの A をやろうと思います。結構悩んで、これも K をトートバッグに刺してるんですけど、E とかね、悩みました。あとはW の頭文字の人はいないけど、うさぎとか、それか、N の人ね、何にもなかったんですけど、組み合わせてでイニシャルここに刺繍してもいいと思います。あとね、多分北欧フォントも結構迷ったんですけど、これ取り出しても何か分かんないやつが結構多くて H とか全然分かんないですよね。なので今回はもうこれ一つだけで十分様になるアリスフォント。ティム・バートンの時に結構ゴスロリ系にアリスがだんだんなっていったんで、だから割とティム・バートン風な感じでちょっとふにゃふにゃさせた線にしたので、曲がってても割とそれなりに見えるんで意外と簡単です。で刺繍初心者の方は蝶々フォントがおすすめです。いつも勧めてるんですけど、蝶々フォントがね、一番刺しやすかったですね、この中ではね。なのでいつも蝶々フォント勧めてるんですけど、ちょっとチャレンジしようっていう方はアリスフォントとかがいいかなと思います。それで拡大コピーしました。200%。最近拡大コピーが多いんですけど、でこれを半分に折ります。大体でいいんで、ここが大体半分かな。でトートバッグも半分に折ります。そして下敷き、これ布がポケットとかあっていっぱい重なってるんで、こういうところはチャコペーパー写りにくいんですね。今日はもうチャコペーパーで写します。でこの折り目とここの図案の折り目を合わせて、これぐらいでもこれ割ときっちりしてるから曲がると気になる。ちょっと上目の方がいいのかな。こんなもんかな。でも A 自体、アリス自体が曲がってるから、ちょっと曲がっても大丈夫です。で布と紙を2箇所待ち針で留めます。そしてチャコペーパー、今日はチャコペーパー、チャコピーを使います。でチャコピーは2つ折りになってて中二重になってるんですけど、これぐらいのサイズで今日使う分のサイズだけカットしてきました。でめくります。ちょっとめくりにくいんですけど、ただお水で消せるので仕上がってからが楽です。
いつもスマプリ使ってるんで、スマプリだとどうしても溶かさなきゃいけないんで、そこが結構大変なんですが、でトレーサーの細い方でなぞります。やっぱ拡大すると線が太くなるんで、線の外側でもなんかそこまで外側って感じでもないか。刺繍する時もなんですけど、線の外側を刺すといいですね。でもう私はこのままなぞるんですけど、もし力が強すぎて破れそうみたいな方はポストカードについてる OPP のビニールの袋とかありますよね。ああいうのを上に乗せて書くと破れないです。破れにくいです。ただ意外とね、強い人より力が弱い人が多いので、そういう方は結構強めに書いてください。ちょっとこうチラって見てくださいね。見て写ってれば OK ですけど、力弱い方は写ってないので、ちょっと途中で確認してください。こんなもんですかね。はい、じゃあ写ったので外します。チャコペーパーは何回か使えるので、また置いといて使ってください。もったいないからね。で、下敷きを外して刺繍枠をはめていきます。で、刺し順がアリスからになってますね。A とアリスが重なっているので、アリスのしかも刺繍枠は8センチでちょっとずつはめ直すので、まず顔のところに顔から刺すんで、顔が中心になるようにセットして、でしっかりネジを締めて、で触ってるとたわんでくるので、たわんできたらこう指で布を伸ばして作業します。でこれトートバッグの場合は持ち手になんかくぐったりとかしていろいろめんどくさいので、こうやってここを留めておくと作業しやすいですね。まあ今日のトートバッグ結構大きいから大丈夫ですね。もし気になる方は留めてください。はい、では早速始めていきます。色はこんな感じで、できればこのトートバッグから色を拾うといいんですよね。そうすると馴染むので、全然違う色を持ってくると気持ち悪くなっちゃうんで、イニシャルは、この色だとちょっとボケるんで、やっぱちょっと濃いめにした方がいいかなっていうので、このグラデーションのグリーンです。でアリスは黄色とかの服着せちゃうと誰か分かんなくなるんで、青系は必須ですね。なんか刷り込みというか、原作のアリスは白黒なんですけど、ディズニーの影響でやっぱり黄色とか着せると私はちょっとこれ誰みたいになったことがあったんで、肌色は DMC ではないです。このコスモの341がすごい肌色っぽく出るんで、なんか DMC とか使う時もコスモの肌色を必ず使うようにしてます。で、真っ黒でしょ。で、髪の毛は金髪なんですよね。だけど金髪だからって黄色にすると美輪さんっぽくなるんで、ちょっとその渋い色にしておいた方が、その人として仕上がった時になんかこう馴染むというかね。なので、そんな感じで色を決めました。じゃあ、使いやすい長さの65センチにカットしてあるので、タグがついている方から引っ張ります。でこの6本のよりの中の1本だけ引っ張って、で2本取りなので2本抜きます。2本一気に引っ張るともつれるので1本ずつ抜いて、で針に2本一緒にセットします。で最初は玉留めをしないのでどこでもいいんで、今日はね面積が広いので
顔の中に並縫いを2つ入れます。でギリギリで留めて、1つ前の穴に刺すとこれで絡まって止まっているので、この出てる糸はギリギリでカットしておきます。で最初の刺し始めが横に1本入れるってことですね。図案を持っている方は太い線が刺し始めです。で斜線が刺す向きなので隣に刺していきます。で基本的には隣に刺していくんですけど、必ず隣じゃないといけないっていう決まりはないので、前のところで隙間が空いてたら戻って上からどんどん足して色をしっかりのせてください。初心者の方どれぐらい埋めればいいかわかんないので、結構スカスカになりがちな人が多いです。教室とかで見てるとそんな感じですね。なのでしっかり色をのせるっていう感じでやっていくといいです。で線が太く写ってしまうので線の外側を刺すといいと思います。じゃあまず顔上まで埋めたら、下残りも埋めていって、で、首ですね。首を埋めて、首は縦に埋めようかな。で耳はちょっと斜めに埋めます。はい、では顔ができたので裏に絡めます。裏の糸を2回すくうとこれで絡まってるのでもう切って大丈夫です。で次髪の毛ですね。また2本取りなので2本取って1本ずつ抜いて、で針に2本一緒にセットして、で続きをするときは裏に絡めます。裏の糸を2回すくうとこれで絡まります。ちょっと抜けそうだったら3回ぐらい絡めてください。で前髪は斜めに耳のこの付け根というかここのところからおでこのところにちょっと渡します。なので、顔はちょっと大きめに、線の外側って言ったんですけど、ちょっと大きめに刺しておいて、で上に髪の毛がかぶさってきた方がちょうどいい感じですね。で下の線とちょっと一体化して分かりづらいんですけど、まず前髪を作ります。でここにカチューシャのラインがあるんで、そこまで一旦作って、でちょっとセンター分けというか6対4ぐらいの感じで、ちょっと向こう向いてるんで、でも中心よりちょっと左に寄ってますね。だから向こう側の前髪もこうやって作って、でこうバランス見ながら反対側も前髪を作っていきます。でここにカチューシャのラインがあるんで、そこをなぞっていきます。はい、ここのカチューシャのラインまでできたので、今度ロング&ショートになります。ロング&ショートは一気にいくと長すぎる部分を、1センチ超えたらもうロング&ショートにしてください。長い短いで、分けて刺していくステッチですね。で、短くしないで3分の2、ロングがだいたい1センチ強ぐらいで、ショートが3分の2ぐらいのサイズで、まず1段目を作ります。できっちり長い短いしなくていいです。短いがあってもいいです。で、1段目ができたら2段目はちょっと先から出して平行にザクッと刺します。でもうここ
毛先になってるんで、ここは普通に線の通りに出して、で平行に刺すんですけど、今この辺に刺したのでちょっと場所変えて刺します。穴が揃ってしまうと、刺した場所が揃うとこうふわっと溝になってしまって2段階で刺したなっていうのが分かってしまうんですね。なので分からないようにカモフラージュさせるためにいろんな場所に刺していきます。なんか本当はサテンステッチでやりたかったんですけど、サテンステッチだと長すぎて使ってるうちに糸が動いてしまうので、下の布が見えたりとかしてしまうんで、こうやって刺し分けるんですが、実は、ロング&ショートでしたぐらいの感じの仕上がりにしたいですね。ということで、こんな感じで今ちょっと糸が短くなってあれなんですけど、長い短いをランダムにやりながらどんどん埋めていきます。で、必ず平行に刺さないと、ちょっとでも向きが変わってると、なんかバラバラっていうかこうガタガタしてるなっていうか、刺繍ちょっと下手くそじゃないみたいな感じに見られるので、必ずここは平行に刺す。で、穴を分散させるといいですね。ってことでちょっと糸を継ぎながら埋めていこうと思います。だいたい埋まったので、まあこれでいいかなと思うんですけど、この色はあんま目立たないですね。なんか今ざっくり刺しただけなので、結構こういうところが穴が開いてたりするんで、この2段目の時に刺した穴を隠すために、この辺から出してここに入れるみたいな感じで、中間のステッチをもうちょっと足すとその穴が隠れます。なので普段よりも、2倍ぐらいの厚さになる時もあります。この色割とツヤがあるんで、割とごまかしが効きやすいですね。その刺繍糸のあれに色によってちょっとあれが違うんですけど、まあこんなもんでいいかな。もうちょっとここ足そうかな。なんかこう頭の形を考えるの難しいですね。ここにカチューシャが来る予定なんですけど、なんか今ポニーテールみたいになって。で、まああとはこんな感じで、次が2番、3番がエプロンですね。エプロンは上から順番に、胸当てのとこ縦で、紐のところ横で、またこの下のエプロンのとこは縦です。ただ下のエプロン拡大したので、ここもロング&ショートでやってください。で終わったら、袖やってで腕やってでエプロンやりますね。ちょっと途中でチラチラ見せながら、まあでもサテンステッチなんでもうだいたい同じなので、そんな感じでやっていくといいと思います。では続きをしていきます。はい、ここまでできました。で、図案を拡大したので、縮小していたちっちゃい絵の時は結構いろいろごまかせてたことが、明らかになってしまったので、例えば首元ですね。首元もなんかこの感じでパパパッと刺しとけば、細かいとこも細かすぎて刺せなかったんですけど、今回割となんかこう目立ってるんで、ちょっとね足そうと思います。首とそのエプロンの間にブルーのお洋服がここにちょっと入ってますみたいな、横横に今刺してるんですけど、ちょっと入ると落ち着きましたね。これ全部肌色で下まで刺してしまうと、なんかいきなりなんだろう、エプロン、首とエプロンがいきなりになるとちょっとなんか変な感じがするんで、ちょっと横に水色今足してます。でちょっと刺繍糸ギリギリなんですけど、もしたくさん残っている場合はこうやって中を通していけば、このいきなり一気に行くと長すぎるので、こうやって裏を通すと移動できるんで、それで次ここのエプロンの下のスカートですね。スカートはここにまず刺し始めを入れます。
端から刺繍できないで、ちょうどここに刺すと全部サテンステッチがいい感じにこう同じサイズでいけるので、ロング&ショートしなくて済むんで、でここで隣に刺して、上半分いったら横にもずれて、で、手ですね、腕、この後腕を刺していきます。カチューシャと、それからあと靴ですね。まずちょっとカチューシャから先にやっていきます。図案ではストレートステッチでって書いてあるんですけど、絵が小さいのでピッピッピッってやればすぐ終わったんですが、ちょっと大きくなったのでリアルになった分、刺し方が少し変わります。アウトラインステッチでその頭の周りこうぐるっといきます。まず1目作ります。でちょっと先から出して、最初に作ったステッチの半分あたりの糸の下に入れます。糸割っちゃいけないです。糸割らないで糸の下に入れます。でまたちょっと先に出して戻って糸の下に入れる。これを繰り返していくとアウトラインステッチができます。だから、刺す向きはこうギュッと糸を押して刺すので、下から下側ですね、下側に刺して、でこのさっき作ったここの溝ですね、前髪と後ろの髪の毛のこの隙間を狙って刺していきます。まあこんなもんかな。でリボンは頭のてっぺんにストレートステッチ2つなんですけど、まあこれはこれで大丈夫ですね。ストレートステッチで、まあ、もうちょっとこうふっくらさせたい場合はステッチ足してもらっていいと思います。で今黒持ってて、切ってまた改めて刺してもいいし、まあ、さっきやったみたいにこの裏の刺繍糸にちょっとずつこうくぐらせながら、まあ、刺繍針の限界はあるんで、まあ、これぐらいまでスカートまでこう行きました。そしたらこっちですね、靴下しましまなんですよね。そこはそのまま忠実にやっていきます。まあ、ここは普通にストレートステッチで均等に入れてもらって、こんな感じで靴を刺します。靴はここの延長線上だから、このまま横にステッチを入れて靴底をまず作って、で靴の先も同じように平行に横に刺して埋めていきます。こんなもんかな。それでストラップを入れるんですけど、今ちょっとこのしましまがあるんで、まあ、しょうがないですね。これで足の甲のとこに向かって1本入れる。もうこの1本なくてもよかったかな。どちらでもいいです。ちょっと足しとこう。でこっち側も同じようにしましまにして、足の甲に1本入れて横に刺して、ここの両端はだんだん細いちっちゃいステッチになるんですけど、ちょっと頑張って入れてもらって、これ途中で諦めてしまうと靴に見えなくなるんで、まあ、この辺りぐらいまで、ここはまあここまででいいですけど、横に刺していきます。じゃあまた中をくぐらせて、反対側の足に移動して続きを刺していきます。はい、こんな感じでアリスが完成しました。結構存在感ありますね。
トートバッグの中で割とこれぐらいなんで遠目でもわかると思います。で次 A を刺していきます。もうサテンステッチで刺すの大変なので3本取りのチェーンステッチでいこうと思います。でちょっと全部はまらないのでまずこう枠をぐるっとこうやって中の線は後で横横に刺していこうかなと思うのでまずこの A のこの三角の外側をまずこの線の通りにぐるっと外側内側全部刺してで2周目3周目っていう感じで埋めていきます。じゃあこの下あたりからスタートしてもう玉留めしてあります。でまず出します。で左手で糸を押さえておいて同じ穴に入れます。で2ミリぐらい針を出して糸をかけて上に引っ張ります。しっかり引っ張ってもらって輪がもう割と潰れるっていうかもう見えないぐらいまでいって大丈夫です。これ輪を糸を下にすると輪がなくなるので必ず上に引っ張ります。なので親指でこうやって押さえておくといいですね。で2つ目は輪の中に刺してさっきと同じサイズ2ミリぐらい針を出して糸をかけて上に引っ張ります。もうこの繰り返しです。で手数をちょっと減らしたいのでもうここに糸がこう輪になっていればこうやって針を出すだけで続きができます。なのでこれでサクサク進めていってください。でだんだんやっぱり輪が大きくなってくると目が揃ってないんであんま良くないですね。なので、仕上がりが綺麗になるためにはステッチのサイズを同じぐらいにしておいてこれで刺していきます。で終わらせる時は輪の外に針を刺すとこれで止まります。でまた新しい糸を出して用意して続きをする時は輪の中から針を出してそしたらもうさっきと同じ状態になるのでそれでまた続きをしていきます。はい、ここまで来たら90度曲がる、ちょっと厳密に言うと90度ではないんですけど、これぐらい曲がる場合の部分の刺し方を説明します。ちょっとね、チェーンステッチやると糸がくるくるするんでこれ全員そうなるんですけどたまに戻してあげるといいです。ねじれてると糸が絡まる原因になるんで戻してもらってで一旦ここ90度とかこの先も一緒なんですけど一旦止めます。これ続きでやるとここがカーブになってしまうんで一旦終わらせてで輪の中から針を出して改めてスタートすると角度がつきやすいです。なぜかそうなんです続きでやると絶対カーブになってしまいますね。でここの45度すごいとんがってるところがあります。ここはこれ一旦針を輪の外に刺して終わらせてでさっきは輪の中から出したんですけどそうではなくってここの最後に作った輪の、丸のチェーンステッチのちょっと下にずらします。針2個分ぐらいずらして針を出します。だからもう頂点はさっき作ったんでもうこれに任せます。もう2つ入ると太くなるんで。でまたここからチェーンステッチをスタートするとこういう感じでとんがりますね。でまたこうやって続きをしていきます。でまたこっちに来たら尖らせて終わらせてっていう感じでずっと
一周ぐるっとしていきます。はい、ぐるっと一周できました。こんな感じ。ちょっと刺繍枠よりも大きいんで見せるために外してますけど、そのまま皆さん続けていただいて、でここは横にずっと行ったり来たりでいいんで、こう行って帰ってで埋まるまで埋めていきます。でこの A の中も次2周目、多分3周目行くか行かないかぐらいですかね。で多分埋まると思うので、全部これを引き続き中を埋めていきます。はい、ではできたので枠を外して、これも待ち針も取ってこんな感じで出来上がる。ほとんどね図案がもうわからないんですけど、ちょっとここを水をつけて消そうと思います。水で濡らして、ちょっともう画面では見えないかもしれないんですけど、濡らすとシュッと消えます。どうせアイロンかけるんで霧吹きで消してもらうといいんですけど、だいたいこんな感じで出来上がりです。かわいい。これなんかイニシャルっていうか、この緑が入っている方がいいですね。なんか刺繍を入れると可愛いと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと会員制のサイトで毎月の刺繍っていう会員制のサイトやってるんですけど、そこのもぜひ入っていただけたらなと思って、毎月新しい図案を一つずつ、アップしていきます。であと抽選会、私の作った作品を皆さんに抽選会でプレゼントしたりとか、あと限定ライブしたりとか、結構ワイワイ楽しくやっているので、もしよかったら図案ダウンロードだけでも参加してもらえたら嬉しいです。過去のやつは全部見たりダウンロードはできます。あとはね、この場所で教室やっていたりとか、ここの1階にお店もやっていたりとか、お店のものはネットショップでも大体販売してるんですけど、そんな感じでいろいろやってるので、ぜひどこか接点があると嬉しいかなと思います。ではでは、また次回よろしくお願いします。それではさようなら。